こんにちは。ココイストアートディレクターののりです。今日はこちらのベールパウダーの方を使ってこのようなパールのアクセサリー風デザインを作っていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。それではまずベースカラーは本日ジェリストの PK04 ローズ、こちらを塗布しております。ベースジェル、カラージェルの塗布は割愛させていただきます。ではまずこちらのベースカラーを塗ったチップの方にベルベットマットノンワイプトップコートジェル、こちらを一度塗布していきます。それでは硬化します。今日はこちらのボバジェルローを使ってやっていくのですが、まずボバジェルのローに色をつけていきたいと思います。こちらのファイルにボバジェルの量を必要な量だけ出していきます。こちらを黒色ブリーディングインクブラックを少しのせます。のせましたら中に折り込んでいくように、このように折り込んで色をつけていきます。しっかりと混ざるように練り込んでいきます。はい、では次にこちらにですね、マーカーズラインホワイト、こちらを少量のせていきます。たくさん白を入れすぎるとボバジェルが柔らかくなりすぎてしまうので、量には少し注意して入れてください。最初は少しベタベタするんですけど、しっかりと混ざってくるとベタベタがなくなります。はい、このような感じでまず最初に2色のボバジェルを用意してください。で、このようにこちら黒になります。こちら白になります。このように作り置きしてもらうと使う時にすごく便利だと思います。はい、ではこちらマットコートですね。一度クレンザーで拭き取っておいてください。では次にこのリング部分ですね。こちらのリング部分の方を作っていきたいと思います。それではこちらのファイルでボバジェルを必要な量取っていきます。で、取りましたらそのままコロコロっと均等な太さで筒状に転がして作っていきます。はい、このように筒状になりましたらピンセットで取ってもらってチップの上に乗せたい形に置いていきます。少しカーブするように置きました。ではシリコンスティックを使ってパールを置きたい部分を少し潰しておきます。この端とこちらの端をパールを置くので少し潰して、この後パールが置きやすいような形に仕上げておきます。このような感じでできましたら硬化します。では次にこちらのウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェル、こちらを今のせたボバジェル部分に塗布していきます。このようにボバジェルの上にウルトラグロッシーをのせていきます。はみ出さないように注意してください。はい、このような感じで塗布できましたら硬化します。はい、では硬化終わりましたら次にジェリストのミラーパウダーを使っていきます。今日はこちらの
お色を使っていきます。はい、このような感じでリングが完成しました。余分なパウダーを取り除いて、一度トップジェルを塗布していきます。ではウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルを塗布していきます。でこのボバジェルのここですね、ここにジェルが溜まってしまうとあまり可愛くないので、たまらないように余分なジェルは取り除いておいてください。はい、このような感じでトップジェルコーティングしたら一度硬化します。では次に先ほど作ったホワイトのボバジェルをパールの大きさにカットしていきます。でカットしましたらコロコロっと丸めます。このような感じで丸くなったら、先ほどへこましたところに1つ置きます。でこの時横から見ると少し上がペタンと潰れているんですけど、これは気にせずに作っておきます。ではもう一つ作ります。先ほどのパールより少し大きいものを作っていきます。はい、このようにカットしてこのように丸くなりましたら、このまま置きます。はい、このような感じで2つパールが置けましたら、このまま硬化します。はい、このような感じで硬化が終わりましたら、もう一度ウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルをパールの部分のみのせていきます。サイドにもしっかりとウルトラグロッシーを塗っておきます。でこの時に少しふわっと丸くしたいので、少しふわっとのせてもらって、このように丸くしてください。ではこれで一度硬化します。はい、ではもう一つにものせます。でこちらも少しふわっとのせてもらって丸く作ってください。はい、では硬化します。では次に使うのがこちらのプラチナベールパウダーを使っていきます。先ほどのホワイトの部分につけていきます。サイドにもしっかりとパールがつくようにつけていってください。はい、このような感じでしっかりついたら、全体にパールがついたら少し光沢を出すようにこすっていきます。はい、ではこのようにパール感が出ましたら、余分なパウダーは取り除いておいてください。では最後に
もう一度ウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルの方を使ってパールの部分をコーティングしていきます。サイドもしっかりとコーティングしておいてください。一度硬化します。もう一つのパールの方もコーティングしていきます。はい、このような感じでぷっくりしたら硬化します。これで全部コーティング終わりましたので、最後にしっかりと余分な最後につけた、ベールパウダーですね。この周りについたベールパウダーをしっかりと、エタノールまたはクレンザーで拭き取ってください。はい、ではこんな感じで完成となります。このようにいろいろなパターンを作っていただけるので楽しんでいただけたらなと思います。今日は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンのクリックをよろしくお願いいたします。